Hello，大家，100天后分手的我和他第5集，经过了上一集之后，所有的冲突、所有的事情都爆发开来了。智穗以及他们纪录片公司知道了阿树和佑马原来早就在纪录片开拍之前就已经分手了，现在所有的事情不知道如何继续进行下去，所有的人也都反思了自己在这当中所存在的问题、所存在的没有注意到的地方。现在我们就继续来看看这一群人究竟该怎么办吧，如何整理好之后再继续前行。どこでもいいんです。長谷川さんにゆかりのある場所を教えてください。私たちは長谷川さんを知らなさすぎる。很好，智穗。僕が樹を知らない。はい。今すれ違っている。長谷川さんが出ていた夜、春日さんと私はまずドキュメンタリーの心配をしました。長谷川さんに気をやれたのは山田だけ。え？今褒められました。不要嬉皮笑脸。不过山田确实，你是唯一一个关心阿树的。なんなら厄介にすら感じていた。春日さんは協力的なのになんでこの人はって。でもこれからは長谷川樹に人間として向き合いたい。他真的反省过了哈，那个时候还在那边聊说，我拍摄纪录片，希望大家把同志、把佑马当成一个人，结果他自己根本没有把阿树当成一个人，在认真的对待他。これってヒントにならないですかね。樹さんのアカウントっぽくないですか？長谷川さんの？ほら。本当だ。知ってたの？これ江ノ島っすよね。哎呀，これ去年誕生日の時に一緒に行った。全然知らなかった。SNS とかやらないのかと思ってました。大体さ、樹が前だよ。俺が後ろだよな。いや、そんなことないだろ。所以阿树每次都从我后面拍佑马的背影啊。その取材、僕も一緒に行っていいですか？半年前だっけな、仲間のボランティアが急遽来れなくなった時があって、で困ってたらたまたま通りかかった樹くんが声かけてくれて。哦。そうでもこの食堂手伝ってくれたり、息子とも遊んでくれたりして。いつだっけ、作り方聞いてきたんですよ。恋人が揚げ物好きなんだけど、自分で作るとどうしても油っぽくなりすぎるからって。啊，这还真的是以前都不知道的阿树哦。あなたが樹くんの恋人？あ、そういうわけではないです。あ、どっちがうまいですか？樹さんのコロッケとズバリ。樹のコロッケかな。いいっすね。现在想来，其实阿树在他们的关系里面还是努力很多了。試しに料理作ってもらって、それすごく美味しくて、それで入ってもらったんですけど。没想到这段前老板的采访居然是在这样子的情况下来拍摄的。正直、別の人間の話を聞いてるみたいです。同感です。そうっすか？長谷川さん、コミュ力ありますし、めっちゃうまい飯作りますし。長谷川さんが辞めた理由知っています。あの日はお客様が少なくて暇でした。長谷川さんは喫煙所にいるお客様のことを見ていたんです。絶対付き合ってるし。春日さんの上司の方です。ああ、春日。そいつもこっちなんだ。お前告られたら掘らせんの？いや、掘らせねえよ。なんでね。お前の会社そういうの力入れてるだろ。ホモ雇うだけで先進企業ぶれるんだから楽なもんだよ。我有猜到他可能私底下是这样想的。哦。哎呀，阿树。今日のことは誰にも言わないでほしいと頼まれました。真的很震惊哎！没想到这才是阿树真正辞职的理由。確かにお客様に暴力は振りはしたけど、どうして長谷川さんが苦しまなきゃならないんですか？哎呀，对耶，这一段后来没有被智穗剪进纪录片里面。一つ目は当初の予定通り同性カップルの日常を通して世間に理解を訴える映像。もう一つは予定から大きく外れた実際に起こったことを流せる範囲で流す映像。こちらが B 案になります。我觉得这好像在进行什么行为艺术哦，呈现一个包装过的版本，再跟一个真实的故事，看看大众什么反应。B 案だけでもいいよ。責任取るのが僕の仕事だから。哦。しおちゃんには今まで迷惑かけてきたし、頼ってよ。
虽然感觉老板还是不是很了解智穗，但是可以感受到他释出善意了。所以阿树现在到底在哪里？おお、びっくりした。よくわかったな。なんだよそれ。お前でも泊まれそうな安いネカフェ全部回ったな。ストーカーかよ。遠くに行った可能性だってあっただろ。それはないと思う。你又没钱来週子ども食堂のイベント手伝うんだろ。啊！長谷川樹はそういう人間だってようやく分かった。仕事辞めた理由どうして言ってくんなかったんだよ。言う必要がねえと思ったからだよ。なんでだよ。这次的谈话，阿树感受到了优马的真心、真诚跟诚意，而优马也是把他一直以来对阿树的想法说出来。你为什么什么都不说，什么都不让我知道？なあ、お前の誕生日さ、江ノ島行こ嗯，去年はどうして江ノ島に来られたんですか？ああ、美月の希望です。う。行ったことなかったし、近かったから。そんな理由だったの？そうだよ。ここから A パターンのラストカットとなる後ろ姿を撮ります。私たちはここで待ってますので。ありがとうございます。他们现在沟通过，也退一步哈，不要拍得太深入他们的生活。本当にいいですか？ここまで撮らせてもらえただけありがたいと思わなきゃ。连山田都惊讶了，智穗这次这么容易妥协。剩下的事情留给当事人，留给他们自己的生活空間。流連の鐘って何？その先に2人の名前を書いた南京錠をぶら下げると愛が永遠に続くみたいな逸話がある感じです。2人戻ってきたら塩されていこうと思ってた。啊，なんで？山田，你该不会？塩さん好きだからっす。本気っすよ。ごめん無理。1ミリも意識したことない。嗯，あと仕我也这么觉事中にそういう得こ。と言ってくるところも無理。あとわかりました。哎呀，智穗笑了。其实我觉得他身边确实需要山田，就算只是作为工作搭档，不要让智穗认真起来就钻牛角尖啊。山田可能也需要智穗稍微把它盯紧一点，不要太散漫。俺たちどの辺につけたっけ？定期的に入れ替えてるだろうし、1年も持たないでしょ。あの時はこんなことになるなんて考えてもなかった。考えててこんなとこ来るやついねえって。恋人とギクシャクしてどうにか修復したくて既成事実作りに来るやつらだっているだろう。形を先に作れば中身は後からついてくるって発想する人間も珍しくない。俺がそうだし。カメラの前で理想のカップルみたいに振る舞えばカメラの外でも理想のカップルになれるって考えてた。那个颂钵的音效好灵性哦，感觉好像在这一刻佑马顿悟了。そういう恋人になりたいからそういう恋人みたいに振る舞った。俺はいつもお前の思いより俺の理想を優先してた。没错没错。俺はお前を人間扱いしてないんだよ。并不是说佑马就不喜欢阿树，只是他还是把自己的想法看得更重。お前のためなら無理できた。だから去年ここに来たしね。啊，お前の実家に行ったのもパートナーシップ宣誓をしたのもそう。そうやって今まで無理できたからこのドキュメンタリーもお前のために無理できると思った。果然，这种在感情里委屈自己的人最容易出轨了。我们上次说的，虽然阿树并不是真正意义上的出轨，但是最后最先崩溃、最先做出违背承诺的行为的，都会是他。でもすぐ気づいたんだ。これはお前のための無理じゃない。俺はそいつらのために自分を曲げる気にはなれねえんだ。俺たちのインタビュー動画をネタにしてたやつらのためなんて論外。だんだんお前のための無理もしたくないと思うようになった。まあ俺も引き受けたんだからそういうのはちゃんと話すべきなんだよ。
だから結局俺もお前を人間扱いしてないんだよ。这段好可惜哦，那智穗才应该拍下来。虽然如果真的有一台摄影机架在旁边，又没办法进行这样的对话了。而且也是啦，他们现在这样子的对话，并不是在为了展现给谁好看的，是他们自己的关系要好好的沟通。ここの南京錠さ、これをつけた全員が幸せになってるなんてことはありえないと思うんだ。でもそれが普通なんだよ。どこにでもいる普通の恋人同士の俺たちにもそういうことが起こる。俺たち別れよう。ああ。好啦，这一集过后，总算是所有的事情、所有的人重新聚集在一起，大家也了解了彼此的想法之后，把事情好好的沟通，好好的说开了。在本集刚开头的时候，智穗去找到佑妈，告诉他说：“我想要重新了解阿树，因为我跟你都一样，根本不了解阿树这个人，根本没有把他当一个独立的人在相处、在对待。”当时佑妈还很不以为意，甚至还有一点生气：“你是在说我不了解阿树吗？我跟他以前交往过哎。”但是经过了这一路，佑妈跟随智穗、山田采访了那一些阿树以前生活中相处过的那些人之后，他发现自己是真的完全不懂他。好像在听另外一个人的故事一样，这真的是跟我以前谈恋爱的那个人吗？经过了这一次之后，他也渐渐想通了，并不是说佑马他不喜欢阿树，而是一直以来，比起在乎阿树这个人，他更在乎的是我们是不是一段好情侣、好关系，是不是一对模范情侣，是不是一个把我们的情侣生活展现出来可以风风光光的样子。而经过了这一路之后，其实阿树也坦白了，是一直以来我好像也没有那么的了解佑马。我总觉得在感情里面，我可以为了满足佑马委屈一点，再委屈一点。实际上，他就是一次一次压抑了自己的感受。他似乎好像从来没有想过说，佑马的提议我可以拒绝，佑马一些让我不舒服的请求我可以不答应。结果就这样子一次又一次的委屈压抑到某一刻，累积到某一刻之后，电线突然间烧断了，他就做出了上一集的出轨啊。然而，其实这些在感情里会犯的错误，这些在感情里的不愉快，这些在经营感情时没那么熟练的地方，是很多的情侣都会犯的。他们也不过是众多平凡的情侣中的其中一员而已。这确实是现在人的通病吼。现在人得到资讯的管道、得到资讯的来源很多，所以我们总是会看到一些成熟的样子应该是什么，什么样的情感模式才是所谓的正确的、健康的，然后就强迫自己要赶紧达到那个所谓成熟、正确、健康、美好的模样，而忽略了自己内心真正的声音，进而也忽略了对方。大家都是好人，都没有恶意，大家都希望能够尽自己的一份力，让这份感情变好。然而实际上做出来的结果，就是好像伤害了对方，也伤害了自己。而接受了这其实就是每一个平凡人在感情里会犯的错误之后，好像就没必要纠结这段感情到底要不要持续下去的。跟随自己内心的声音，是要两个人尝试调整相处的模式，继续尝试走下去，还是就此分手？只要做那个发自自己内心的选择，这样就够了。剧情发展至此，我们和佑马、和阿树、和智穗，还有大家都终于放下了内心的一颗大石头。接下来，我是很好奇导演所说的 A 方案、B 方案，究竟它是要怎么呈现？最后一集我们再来等着揭晓吧。下次见，拜拜。